こんにちは、ビオトープチャンネルです。今回は掃除や水替えをしなくてもいい屋外ビオトープの作り方を紹介していこうと思います。私は春にビオトープを立ち上げたら基本的に水は替えません。私の感覚ではメダカの活動期である春から秋の半年くらいなら余裕です。過去には3年以上しなかったこともあります。その様子はこちらの動画で紹介しています。むしろ頻繁に水を替えなくなってからの方がうまく育てられるようになりました。魚を飼ったことがない方からすれば絶対嘘だと思いますよね。せっかく飼っても汚い水になったらテンション下がるし、お金はかかりそうだし、水替えなんてしてる暇ないし、私自身そういうイメージを持っていました。実際にビオトープを知らない人は我が家のビオトープを見ると水替え大変じゃないとよく聞かれます。私は蒸発した分の水を足すだけだよと答えています。水替えがいらない環境を作ればお世話がぐっと楽になるし、メダカを健康に育てられるようになります。まだ疑問だらけの方もいるかと思います。特殊な機材とか薬剤とか必要なんじゃないかって。特殊なものは使いません。100円均一やホームセンターで手に入るものばかりです。では、掃除や水を替えなくてもいいビオトープの例を見てもらいましょう。意外だと思った方もいるのではないでしょうか。ビオトープというのは室内で飼う時のようにろ過フィルターやブクブクを必要としません。好きなようにレイアウトしているだけに見えますが、このレイアウトにこそ意味があるんです。お金もそれほどかかりません。きれいな水を保つ秘密はビオトープの仕組みにあります。メダカなどの生き物を飼うと糞や残った餌などが原因でアンモニアが発生します。アンモニアは魚にとって毒です。これを水替えなしでどうやって除去するの？ここで活躍してくれるのがバクテリアです。バクテリアを制するものはメダカを制すと言っても過言ではないくらい重要です。バクテリアがアンモニアから亜硝酸塩に、そして比較的無害な硝酸塩に分解してくれると言われています。偉そうに専門用語を並べてますが、実はこのバクテリア、私には見えません。見えないものを育てる？増えてるかもわからないじゃないか？という声が聞こえてきそうです。そうなんです。増やす意識をするしかないんです。ふざけた答えだと思ったかもしれませんが、この意識がとても重要なんです。では何をすればいいのか具体的に説明します。まず、この目に見えないバクテリアに住処を用意してあげましょう。バクテリアは水槽や定消剤、滑稽、水草、あらゆるものの表面に定着すると言われています。有害物質の量を上回るろ過能力、すなわちバクテリア数が必要となってきます。ってことは住処もたくさんいりますね。そこでバクテリアの住処をたくさん用意してあげるために多孔質な定消剤が役立ちます。特に赤玉土は多孔質でバクテリアの住処として非常に優秀と言われています。赤玉土はホームセンターで手軽に購入できる上、低価格でお財布にもとっても優しいんです。住処の次は餌が必要ですね。それが先ほど紹介した有害物質のアンモニアです。そうなると糞などが必要となってきます。じゃあバクテリア早く増やしたいからたくさんメダカを入れちゃおうと思った方、これではろ過能力は追いつかず有害物質が溜まっていってしまいます。次に必要なのが水草です。水草は水中の余分な栄養を吸収して水を浄化する働きがあります。しかもバクテリアが分解して残った硝酸塩を養分として吸収してくれるそうです。
さらにバクテリアやメダカに必要な酸素も供給してくれます。個人的なおすすめは浮き草と沈めるタイプの水草のセットです。ここまで来て気づいた方もいるのではないでしょうか。そう、自然の世界を小さく表現したのがビオトープなんです。自然って雨、風、植物、生物、お互いの能力を活用してバランスの取れた世界を保っていますよね。このバランスを保つことができると水替えをしなくてもいいビオトープが完成します。ただですね、このビオトープのバランスを一気に崩してしまう行為があるんですね。私もよくやってしまっていました。一つ目は水槽の大きさに対して生態の数が多すぎる。二つ目は餌を与えすぎる。メダカをいっぱい飼いたいし、つい餌もいっぱいあげたくなりますよね。そんな時はこの子たちを思い出してください。新しい水槽にはこの子たちがほぼいないこと。私の失敗談なんかも別の動画で紹介しているので、もしよろしければご覧ください。そして最後にビオトープに超重要なものを忘れていました。それは太陽です。屋外でメダカを飼育すると太陽の偉大さを感じるようになります。信じるか信じないかはあなた次第です。最後までご視聴いただきありがとうございました。役に立ったと思ったらぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。コメントも大歓迎です。それではまた次回の動画でお会いしましょう。